こんにちは、東京ベジライフです。今日は以前からご質問いただいていた撮影機材だったり撮影方法だったり、一本の動画ができるまでをご紹介したいと思います。さっきまで雨降ってたんですけど、家がちょっと雨漏りしていて、でポツンポツンって音が入っちゃうかもしれないんですけど、気にしないでください。で動画制作はすぐに動画の撮影に入るわけではなくて、最初にテーマを決めて、でそのテーマに沿って本とか雑誌とかインターネットで情報収集してリサーチをするというところから始めます。でテーマは結構急に思いつくことが多いので、何かひらめいたらこういうノートに書き留めるようにしています。お料理のレシピに関しては、どういう食材が今流行ってるかとか、その日本の家庭料理のトレンドというか、そういうことはチェックするようにはしてるんですけど、ビーガンのレシピは結構見ちゃうと無意識に影響されちゃうかなと思うので、ビーガンのレシピはあんまり見ないようにしてます。でリサーチをしてどういった情報だったりレシピをどういった流れでご紹介するかっていうのを決めてから撮影に入ります。私が今撮影に使っているカメラはルミックスの GX7M3 です。でこのカメラを、YouTube の撮影で使ってる人は本当にあんまりいないと思うんですけど、私ももともとインスタの写真撮影用にカメラを買おうと思って、でルミックスの古い機種を持っていたので、そのレンズキットが使えて、で綺麗な写真が撮れるっていうことで、このカメラを購入しました。レンズを持っていたのでボディだけ買って、多分10万円くらいだったと思うんですけど、やっぱり YouTube をするのに20万円とか30万円とかするカメラがないと、綺麗な映像は撮れないって思っている方も多いと思うんですけど、比較的低価格でも綺麗な映像が撮れるカメラっていうのはあると思います。ただしやっぱり使いやすいかっていうと、充電が1時間ぐらいしか持たなくて、常に充電しながら撮影しなきゃいけないとか、あとオートフォーカスもあんまり優れてないので、もう少しお金が出せるんであればもっといいカメラはたくさんあると思います。なので YouTube 用にこのカメラを新しく買うっていうのは特におすすめはしないんですけど、でも私はもう慣れていて、もうこのカメラしか知らないので、今のところはこれでいいかなっていうふうに思ってます。で音声に関しては iPhone につけて使うタイプのモーティブ社の Shure MB88 というものを使っています。で本当はカメラに直接マイクをつなげて音声を取り入れた方が後でシンクさせる必要もなくていいと思うんですけど、カメラを少し離して撮影したりとか、あとはカメラの方向とは違う方向から音声を取りたいという時があるので、こういうセットアップでしています。あとは外で撮影するときは iPhone を使うことが多いので、マイクをつけたまま綺麗な音で撮影できるっていうのも魅力だと思います。動画を撮影するときに目指しているのは、その場に一緒にいるような感覚を持ってもらって五感を刺激するような映像にすることです。映像は聞こえるものと見えるものしか伝えられないんですけど、音は普段他のいろいろな音があって気づかないような音たちをしっかり伝えてあげることで、逆に見る画像の方はあえて全部きれいにクリアに見せるのではなくて、自然光で陰影を残したりとか、あとアングルを工夫して見えない部分や見えにくい部分を残しつつ、自然と見えない部分を想像させるような映像にしようとしています。そうやって想像力をちょっと高めてもらって、で映像では伝えられない匂いだったり味、触った時のテクスチャーとか、そういうものを想像しながら楽しんでもらいたいと思ってます。あとはいつも一人で全部撮影をしているので、カメラがどうしても固定になってしまって、なのでこまめにアングルを変えたりして動きを出して、で飽きさせないようにとも思ってます。
で動画を撮影しながらお料理を一通り作り終わったら、動画のサムネイルやあとインスタとかブログ用の写真を撮影します。でどれを使うかわからないので、結構多めに写真は撮っておきます。で動画の撮影が終わったら、動画を見返しながらナレーションの台本を作って、でナレーションをレコーディングします。動画の編集は Adobe の Premiere Pro というソフトを使っています。でまず映像とマイクで撮った音声をシンクさせるんですけど、音はかなり重要なので、動画を編集するときはこういったヘッドホンをしてします。元々のカメラの音はこちらで、ザーというバックグラウンドノイズが入っているのがわかると思うんですけど、それをマイクの音にするとカメラのマイクの性能があんまりそこまで良くないっていうのもあるんですけど、カメラは全方向の音を拾ってしまって、で私の使っているマイクは方向を限って音を拾うことができるので、その分ノイズも軽減できます。あとは動画をクリップしたりつなげていきます。映像の中に入れるテキストだったり画像は Adobe の Photoshop を使って入れていきます。ある程度流れができたら音楽をつけるんですけど、音楽はエピデミックサウンドというサービスを利用していて、でジャンル別に音楽が検索できるので、その動画に合った音楽をピックアップして入れています。動画ができたら最後に日本語の字幕を入れて、でファイルに出力します。動画が今できたので、サムネイル写真を準備していきます。サムネイル写真は撮った写真を使う場合もありますし、動画の中の一コマを写真にする場合もあります。タイトルを入れてファイルを出力します。その後に出力した日本語の字幕ファイルを使って英語の字幕ファイルを作ります。なので最終的にできるのは動画のファイルと、あとサムネイルのファイルと、あと字幕のファイルが2つになります。あとは YouTube に行って動画を予約アップして、で概要などを書いてサムネイルをアップして、で字幕をアップします。これで YouTube の方は終わりなんですけど、この後に動画が配信されてから出すインスタの投稿であったりとか、あとブログの投稿を準備して、それで全部の作業が終わります。こんな感じでいつも動画を制作しています。どんな風に撮影してるのかなとか、純粋に興味がある方だったり、動画を作って YouTube にアップしてみたいなと思っている方に参考になれば嬉しいです。それでは See you next time!